ちょっと何よこれ。光栄の三国志でも始まるのかと思ったよ。おまけになんだかおじいちゃんのホームビデオみたいなエフェクトつけてるけど大丈夫なの？っていうかさ、私たちなんだかまんじゅうみたいになっちゃってるんですけど。お姉ちゃん、私たちゆっくりムービーメーカーで使えるようになったんだよ。それでやっと続編を作る気になったってわけね。もう尺の1分ほどを使っちゃってるけど、今回は邪馬台国編ということでめちゃくちゃ長くなりそうなんだよね。いろいろ言いたいことがあるらしいんだけどキリがないから、思い切って最初の10分以内で現時点での結論を出すらしいよ。それでは早速邪馬台国について。遥か1年近く前に告知した序の動画の通り、邪馬台国の有無と場所、卑弥呼って結局誰の2点を、古代日本の禁則事項的にちょっと物議を醸すかもしれないくらいに際どいところをついていきたいと思っている。まず邪馬台国があったかどうかだが、これは魏志は人伝を書いた陳寿の原本が見つかるまでは永遠に結論が出せないため、それに該当する国があったかどうかの話になる。それ言っちゃったら今回邪馬台国論争終了のお知らせにならないんじゃないの？いや、むしろ今ある資料だけでどっちが正しいなどと言い争うのをさっさとやめて、みんなで協力して探した方が建設的だと思うんだ。そもそも大和国、邪馬台国、山井国、このと対一などの解釈だけで一生が終わる。写本の間違い、読み方の違いなどと自分の都合のいいように解釈する論調にはもううんざりなんだ。その言い方だと今あるあまたの邪馬台国論を否定しかねないけど、それだと余計に争いにならないかしら。ここは皆さんを信じるしかないのだけれど、これまで色々あった説を全て一つ一つ真面目に向き合って紐解いていくことが必要だと思っている。ただこの作業は当然個人一人では終えられないし、誰か一人がジャッジするのは不可能だと思っているんだ。そこで論争を終了させて次の段階に進もうって言いたいのね。大体そんなとこかしら。もちろん言い出しっぺのウプ主はどう考えてるのかは今から説明する。まず邪馬台国はあったこととされていたという位置づけで、久名国の領域のすぐ北または領域内に存在したと考えている。つまり邪馬台国の有無を結論つけるならあるでいい。早速回りくどいのだけど存在は否定しないでいいのかな？そう。ここで陳寿の三国志の原本の話に戻るけど、編纂時期が280年過ぎともなれば、もう邪馬台国の存在を捏造してまで呉にプレッシャーをかける必要がないと考えるんだ。いわゆる邪馬台国が呉の東の海の向こうにあり、それがある程度大きな存在としてアピールすることで圧力としたって説はそこまで重要じゃないって言いたいのね。次に場所だが、まず畿内説を邪馬台国とは別のあの国の一つとして棚上げにします。また中国正史の一つ国史で出てくる阿蘇山の記述から外れるため、北陸説と四国説、東北説は今回割愛します。棚上げ、割愛って否定じゃないってことよね。今後の研究によっては再浮上するって意味でいいかしら。ああ、説得力がない、場当たり的と言われようが、全ての説に注目すると言った以上無視はありえない。本当に快慶東野の東の果ての海上だったとしても、それも一つの説だから。北陸説や四国説はともかく畿内説を棚上げにするのはどうなの？要するに九州説って言いたいのよね。現時点での消去法では九州の、しかも那国から見て半径140から 150km 以内に収めるのが妥当と見る。それは魏志は人伝の大砲から上国に至るまで1万2000里余りで記述からの逆算でいいのね。ああ、よく読んでいるな。久谷韓国、対馬、壱岐、
末良まで方角を間違えずに航行できる人たちが急に九州に入って方向音痴になるとは思えないのでな。かといって機内説を否定するわけでもないのよね。辻褄が合うように説明してよ。次に予定している神武統制の話に絡むので手短に言うと、卑弥呼の死後に神武統制があるとする説には一点大きな欠陥がある。神武統制で関西にたどり着き、長常彦に撃退される前に上陸した白方の津が239年頃にはもう海辺ではないのだ。邪馬台国を仮に九州にあったとすると、同じ頃にはすでに大和政権の元となる勢力が奈良にあったってことでいいかしら。ああ、私は邪馬台国と大和政権は直接はつながってないと考えている。つなげると大和政権は元は中国の属国っていう輩が出てきかねない。ついに禁足事項に踏み込んでいくのかしら。無理はダメよ、お姉ちゃん。政治的な話は持ち込まないつもりだが、政治をした場所の話にはなるから、どのみち片足はすでに突っ込んでいると思っていてくれ。機内説を捨てない理由は一つ。神武統制と同じような動きがもう一つあったと睨んでいるんだ。邪馬台国の話から外れないかしら。機内説論者や九州説でも邪馬台国と大和政権のつながりに重きを置く説を唱える方に向けて、特に神武統制は丁寧に説明しなければならない部分だと思っている。話がそれていきそうなので、邪馬台国の場所の話に戻すと、那国から 150km 圏内ということで、ウプ主は熊本県あたりが該当すると考えている。私は日向の国にある方が神話にも当てはめやすいと思ったのだけれど。そこは次の神武統制の話でしよう。熊本の根拠は2つ。卑弥呼がただの占いおばさんなら誰も言うことを聞かないってことと、久名国の王卑弥呼湖の存在だ。熊本には阿蘇山があり、これが噴火することを鎮めるための何かが必要だったこと、邪馬台国のすぐ南には久名国があるという記述。これらを踏まえ、久名国王の卑弥呼こと邪馬台国女王卑弥呼、ウプ主はこの2人同一人物あるいは兄弟なんじゃないかと考えている。またあえて高千穂も含めて日向の国が邪馬台国だったとすると、熊曽隼人説も悪くないが、少し那国からは距離がありすぎると思っているんだ。具体的に邪馬台国は熊本のどのあたりだと思っているの？ウプ主としては熊本県山鹿市と菊池市にまたがる菊花盆地あたりではないかと考えている。少しだけ根拠も聞かせてもらえるかな？ミリアルが推している日向の国が邪馬台国だとすると、稲作をするには当時まだ海から陸になったばかりで、太古の湖から盆地になったところと比較して、当時は食料を得ることが難しかったんじゃないかと思っているんだ。だとすると奈良の盆地の方がもっと広くて稲作に適してそうにも思えるけど。ミリアル、私と論争しても何も解決しないわよ。冗談はさておき、機内説について除外しない理由と、なぜ最終的には奈良の地に権力が収まったのか、この一連の話がヒントになるのよ。あと40両くらいしかないわ。ウプ主の持論としては、1、邪馬台国はあった。菊花盆地あたりが有力だと。あとは、2、卑弥呼って結局誰よ。動画10分以内に、ひとまず結論を出す縛りなんて言うんじゃなかった。卑弥呼って結局誰？なんだけど、箸墓古墳に眠っているとされる、大和とひももそ姫の御ではないことは簡単に証明できる。第7代高麗天皇皇女が、いきなり国の王になった記録がどこにもない。また、義手は神殿でも、その姿を見た者は少なくとあるが、存在自体が怪しいと思っている。1、邪馬台国は熊本にあったが、2、卑弥呼は概念としての王だった。これが、今のところのウプ主の答えよ。さて、少々時間いっぱいに収めるために駆け足で結論めいたことをつらつらと並べてきたが、この後の時間はいろいろと補足というか、現状の邪馬台国研究について
2022年あたりでの弛緩を述べていく。まずタイトルからして問題なのだけど、邪馬台国論争終了のお知らせは、はっきり言って煽ってるように思えるよ。これは本当に申し訳ないと思っているのだが、これくらいのタイトルにしないと弱小オプ主の拡散力だと読んでもらえないと思ったからよ。でね、本当の目的というかすでに説明したことだけど、本気で邪馬台国がどこか探したいって思った時に、これわざと争わせて場所わからなくしてね。なんてような陰謀論を唱えるつもりはないんだけど、率直にそう思ったんだよ。邪馬台国の場所がわかると何か問題があるのかしら。すごく俗っぽい言い方をすればお祭りが終わっちゃう。いろんな地域にある町おこしができなくなる。少しうがった見方をすれば、邪馬台国が古い中国が認めた超公国だということ、場所が判明することで何か主張されたりしないのってこと。もう一つ加えるとしたら、学術的には機内説ほぼ一択って流れも伝えないといけないわ。そうなのよ。ネットで邪馬台国の話を漁ると、だいたい九州説か北陸、四国あたりが出てきて、機内説はありえないくらい無視されてるけど、ネット上の素人ではなくリアルの学問のプロと思えるような人たちの意見は多くが機内説で話を進めているわ。このねじれがウプ主の漢字体和漢へとつながっていくのよね。ねじれはそれだけじゃないのよ。ここに邪馬台国から大和政権への移行部分についてさらに思惑が交差するのよ。真実はいつも一つのはずなんだけど、あえて分散した方が丸く収まるのかしら。和をもって尊しとなすってね。いや、さらに先に予定してる聖徳太子の話にもなりかねないのでやんわりいくけど、これまでの日本の歴史ってたまに天皇家に対して威力業務妨害くらいの権力を誇示することはあっても、取って代わる暴れ者っていないに等しかったと思うのよね。あえて出すなら蘇我馬子、平将門、あとは魔王になった織田信長かしら。蘇我馬子についてはまた別の機会で話すとして、平将門はどちらかというと失敗した源頼朝だし、魔王はちょっとしたチートだったと思うよ。邪馬台国の話に戻そう。そうだね。で、さっき言ってたねじれなんだけど、多分この動画を見てる人もいろいろごちゃ混ぜになってると思うんだ。例えば機内説を信じて疑わないし、後の大和政権への流れからしてそれ以外の説を唱えてる人はちょっと日本人なのあなたなんて思っている人はいないかしら。あ、また古代日本の禁則事項発動しますか。いや、もうちょっと注意深く見ていくと、九州説を唱えない人の方が何かの思想に傾いているって思っている人もいそうなんだ。危ないわお姉ちゃん。それ以上問題ないわ。何かあるとしたらウプ主がボッコボコにピーされるだけよ。なんだか嬉しそうに言ってるわ。このシリーズに古代日本の禁則事項ってつけたのは、こういうところを話していくために、あえてタブーみたいなところの際を掘っていくつもりで、ネットにも教科書にも出てこないような人も巻き込んで、一人じゃたどり着けない歴史の真実に迫ろうと考えたのよ。おっと、エンディングテーマが流れてきた。おかしいわね。めっちゃ長い動画だと思ってたんだけど。カンペが出ているわ。諸説をほぼ全て網羅するような動画を作りたかったけど、それは動画でやる内容じゃないような気がする。正直、同じように YouTube で動画として
いろんな邪馬台国の説を唱えてる人もいるわけで、パクリだの批判だの荒れるのが嫌なんだよね。この動画の目的はディベートではなく一緒に研究しませんかなので、戦闘力は53くらいです。ですがこの動画で終わるのではなく、これからも邪馬台国について深く掘っていきたいと思っています。おっすおっす。物足りなかったらごめんなさい。これはまだ始まりの始まりに過ぎません。これからも河内のおつ歴史の音編をどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。コメント欄、いろんな説で溢れるかしら。仲良くしようね。